この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちらです。すごくね、可愛らしいイラストですよね。里芋さんの作品でタイトルは無題とのことです。好きな人と砂浜に来ている女の子が照れながら食べかけのアイスを食べると近づけているイラストです。とにかく可愛くなるように意識しました。メディバンペイントというソフトを使ってパソコンとペンタブレットで描きました。気になるところは全て指摘してほしいです。自分で気になるのは色塗りと背景です。色塗りはもっとラフな感じにしたかったのですが、アニメ塗りのような感じになってしまいました。線画までは可愛く描けたと思っても、塗りでそんなことなかったとなることが多々あります。正直、色塗りは嫌いな作業です。背景は素人っぽさがすごく気になります。プロの方のイラストを真似たり、調べながら描いてみたりしたのですが、うまく描けませんでした。夏の暑さを感じるような背景の描き方が知りたいです。とのことです。はい。何よりも可愛くなるように意識したということでしたが、その努力の成果、現れていると思います。とっても可愛いです。それと、色塗りは苦手な作業とのことでしたが、それにしてもね、全体を丁寧に仕上げられているところを見ていると、里芋さんの絵に対する情熱というか、苦手な作業を頑張ってでも、この子を可愛く見せるんだ、という熱意が感じられました。素晴らしいと思います。はい。でね、その上で、里芋さんの今回の反省点。背景が素人っぽい感じになってしまった。そして色塗りがアニメ塗りっぽくなってしまった。この2点について確かにね、言われてみると気になるポイントではありますよね。特に背景に関して素人っぽい印象になるのは、実はね、明確な理由があるんです。そしてですね、色塗りが苦手っていう人は結構高確率でこの落とし穴に引っかかるんですよ。でもね、これについてはもう知っていれば回避できるポイントではあるので、楽しみにしながら添削をご覧ください。多分ね、この添削を見てしまったら、里芋さんの次からの色塗り、楽しくなっちゃいますよ。それでは早速行ってみましょう。はい、それではもうね、早速本題に入っちゃいましょう。背景の色についてです。このイラストをなぜ里芋さんが見て、なんか素人っぽいなって感じてしまうのかわかりますか？その原因はですね、色の面積比にあります。今ですね、このイラスト、大まかに見て、色の区分けをしてみると、こんな感じになりますよね。はい、まずですね、ここが青の面積。大まかに見てですね、ここが青の面積です。そして次が、ここがね、黄色の面積ですね。この辺とかも。あとはこことかも黄色の面積ですよね。そして、顔の部分も、ここも黄色かな。で、青の面積がここにあって、で、ちょっとピンクがかった。白の面積がここにあります。そして、緑の面積、鮮やかなね、緑の面積がここにあります。このですね、青い面積、そして黄色の面積、そして緑の面積と白っぽいピンクの面積。この4つの色の領域が大きく分けてあるんですが、それがですね、似たような比率で同じぐらいの主張の強さで配置されてしまっているんですよ。そしてこれがですね、実は素人っぽさの大きな原因になります。これちょっと今の段階で言われてもピンとこないかもしれないんですが、どういうことか具体的にね、実際に見てみると分かりやすいでしょう。そこに気をつけながら添削を見ていってください。では早速空の色を変更してみますね。はい、鮮やかな青色を淡く変更してみました。雲を消してしまいましたので、雲も描き加えていきます。はい、こんな感じ。雲は少し薄ピンク色に染まったような色にしてあります。次に海の色についても思い切って変更してみますね。こんな風に。はい、海の色も鮮やかな青から一転、淡いピンク色がかった色に変更しました。
これね、気づいた人も多いと思いますが、今、色を変更することで、イラストに書かれている時間帯を昼間から夕暮れ時に変えていっております。今回のイラスト添削。絶対にこうしなきゃいけないっていうわけじゃないんですが、この方が里芋さんにとって色についての理解をしてもらいやすいと思いましたので、あえて時間帯をずらして背景の色味を大幅に変更しております。理由はね、もう少しでわかると思います。続きやっていきますね。次はね、砂浜の色も変えていきます。こうしちゃいます。はい、こんな感じ。でね、元のイラストでは右側に山がありますから、ここにも緑色の印象は残すために、山ではなくヤシの木を配置していきましょう。やってみます。はい、こんな感じ。今ですね、画面全体の色をだいたい変更し終えました。この段階で見比べてみましょう。全然ね、細部は書き込んでないですけどね、この段階で最初と見比べてみると、ほら、だいぶね、印象が変わったように感じませんか？さっき感じていた、どことなくまとまりがないような、そういう印象が薄れて、統一感が増したような感じがすると思います。それはなぜかというと、さっき言った色の比率、もっと言うとですね、色のぶつかり合いを減らしたからです。添削前はいろんな色がたくさん使われていましたよね。ですから、色のぶつかり合いが様々な部分で起きていたんです。例えばね、こことかもそうですし、あと、こことかもね、こことか、こことか、あとはもうこの辺とかもぶつかってますよね。こういう色のぶつかり合いが至るところで起きているんです。では、添削後はどうでしょう？色がぶつかっている部分、かなり絞られた感じがしませんか？このね、黄色の部分とかはぶつかっていると思います。この辺とかね。あとは髪の色と、そして目の色、そしてアイスの色。この辺は色のぶつかり合いが起きていますが、それ以外はあんまりね、色同士がぶつからずに、目立たなくなったように感じると思います。これ、今僕が何をしたのかというと、一言で言うと、引き算です。足し算だけで構成されていた色味を減らして色数を限定していったわけなんですね。そうすることによって主張したい女の子とアイスに自然と目が引き込まれるようになったわけです。これがですね、色に関して素人っぽくならないための大事な考え方です。主張させる色はですね、実は画面の中でほんの一部だけちょっとでいいんです。それ以外の色はですね、むしろ引き立てない工夫をしなければいけません。実際ね、さっき言っていたことが結果を見ればよくわかるでしょ？続きやっていきます。じゃあね、手始めにもうちょっと具体的に海を描いていきますね。はい、大まかな印象は作り終えたので、バランスを崩しすぎないように注意しながら細部を書き込んでいきます。沈みゆく太陽の反射を描いて、その上から波も描いていきましょうか。やってみます。はい、こんな感じです。今の段階でキャラクターを一切変更していませんが、それでもかなり印象が変わったのがよくわかると思います。最初と見比べてみましょう。はい、こんな感じです。いかがでしょうか？結構ね、これだけでも印象変わりますよね。まあね、里芋さんの要望として、
夏の暑さを感じられるようにというコメントがあったので、もしかしたらね、今の方向性は里芋さんの意にそぐわないような方向になっちゃったかもしれませんが、夕暮れ時、夏の暑さの余韻を書くことでも間接的に夏の暑さを表現することができると思いますので、今回はこういう方向で進めさせていただきますね。次に人物についても少しだけ手を入れていきましょう。まずは人物の画面配置について、もうちょっとだけ大きくしてもいいかなというふうに思ったので、少しだけ拡大しますね。はい、もうね、ほんのちょっとだけですが、こんな感じ。次にね、アイスを入って、手前の僕にね、差し出してくれているっていう設定なんですよね。と考えると、まだちょっと遠いかな。ちょっとね、彼女との距離感をまだ感じるんですよね。まだ照れてんのかな。もうちょっとだけ近づけてくれた方が仲のいい感じが感じられますから、もうちょっとだけね、近づけてもらっちゃいましょう。はい、こんな感じ。まあちょっとね、今冗談っぽく言いましたが、添削前はですね、アイスの配置が少し気になっていたんですよね。添削前はアイスのこの先っぽの部分、この部分を髪の毛のこの線と肩が塞いじゃってますよね。これによってですね、あまりアイスが絵として手前に浮き立ってこなくて、メインのモチーフなのにもかかわらず、メインとして感じられないような脇役になってしまっていたように感じたんです。でもね、せっかくしてくれているわけですから、感欲しいですよね。僕は欲しいです。なのでね、有無を言わさぬ感を得るために、アイスの先っぽを誰かに邪魔されたくないわけですよ。なので、こういう変更をしました。こうするとね、アイスの先っぽ、誰にも邪魔されてませんから、これによってね、より近くにアイスを感じられて、感を得ることができるんです。はい。結構ね、僕、重要なこと言ってますからね。ふざけてませんからね。はい。じゃあね、次に気になったのが、顔の角度と頭の奥行きですね。その部分の違和感を減らすためには、目と鼻と口の位置をちょっとだけ調整する必要がありそうです。やってみます。はい、こんな感じです。顔の角度を少しだけつけた感じですね。次に頭の角度を調整します。やってみます。はい、頭の角度を調整しました。ちょっとね、帽子の角度に対して顔がね、斜めに入っているような感じにも見えましたので、頭の角度自体は奥を向けつつ、目線だけこっちに残したような感じにしてみました。髪の毛ね、手前の部分についてももうちょっと描き足してみます。はい。でね、今あえて帽子の上に髪の毛を描き足して帽子の一部を潰してしまったのには訳があります。添削前ですね、この辺ね、ちょっとごちゃごちゃしてしまったせいもあると思います。ここだけ網網がなくなってしまいましたよね。ほら、ここだけね、ちょっとつるっとしてるんですよね。でね、こういう網網を描くのって、形状が複雑な部分では少し描くのが難しいと感じてしまうと思うんですが、実はね、簡単です。まず一旦帽子の下側をこんな風にもう描いちゃって、で、後から網網を上から描けばいいだけなんですよ。やってみます。はい、こんな感じ。形状が複雑な時には、今みたいにレイヤーを分けて、下にあるものを全部描いて、上にあるものを後から被せる。こうすれば、複雑な重なり合いが起きてもそんなにね、難しくありません。覚えておいてください。それと、帽子の大きさなんですが、もう少しだけ大きい方が窮屈じゃなくていいかもしれません。調整してみますね。
はい、こんな感じ。顔周りについてはこんな感じでいいでしょう。次に顔以外の部分の調整です。特にね、里芋さんは色塗りをもう少しだけラフな感じにしたいとおっしゃっていましたよね。もちろんですね、今のようなアニメ塗りっぽい、はっきりとした色の塗り分けでも全然問題ないと僕は思いますが、よりラフっぽく抑揚をつけたような印象を持たせたい場合には、ボケ足のついたエアブラシのようなね、そういうブラシでふわっと塗ってあげるのが良いと思います。そのことを意識しつつ、ワンピースの影を描き込んでいきますね。はい、こんな感じ。日が傾いてきている時間帯というのもありましたので、もう少し影の部分を増やして、布に落ちる影を描き込んでみました。あ、それともう一点ですね。一つ大事なポイントを解説すると、このアイスの奥に見えているこの襟元の線がありますよね。この部分ね、僕から見ると結構気になるんですよね。これですね、添削前を見てみるとよくわかるんですが、この襟元の線、ここ見てくださいね。遠くから見ると、こんな印象。この線、結構目立ちません？遠くから見た印象でアイスにスッと目がいってほしいのに、この線が気になってなんだかね、アイスの形状がうまく目に一発で飛び込んでこないような感じがするんです。こういう時はどうすればいいのか。それはですね、積極的に色トレース。色トレを活用しましょう。こうします。はい。襟元の線を色トレース、薄めに調整して、ワンピースになじませてみました。はい。アップにすると、こんな変化ですね。かなり細かい部分なんですけど、そうすることによって、アイス、手、そしてワンピースというように、目に飛び込んでくる形の優先度を整理することができるんです。ほら、なんとなく奥の黒の主張が弱くなった感じがしますよね。チラチラする感じがなくなったと思います。これはですね、少し上級者テクニックなんですが、覚えておくと後々役に立つと思いますので、頭の片隅に入れておいてください。ワンピースに少し影を落としましたので、肌色にも同じく影を落としていく部分を作っていきましょう。はい、こんな感じ。肌にも暗い部分を作ったので、少しだけ女の子の立体感、存在感を強調するような効果も生まれたと思います。そして仕上げとしてアイスですね。これはメインのモチーフになりますので、もうちょっと質感をプラスしてあげてもいいかもしれません。こんな風に。はい、一番手前のモチーフなので、アイスがより際立った方が、よりあーんされている感じが際立ちますよね。夏の海でこんな可愛い彼女と二人きりでアイスを食べながら、おしゃべりしている状況。なんかもうね、死ぬまで忘れなさそうな大切な思い出になりそうですよね。はあ、最高です。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。色がね、変わっただけでかなり印象が変わったのがお分かりいただけると思います。どうでしょう。はい、今回のポイントはですね、まず最初に背景の添削。今回の場合、背景は色のぶつかり合いがたくさん起きていることで素人っぽさというのは発生しやすくなるよという解説をしました。それを避けるためには色数を限定して見てほしい部分以外は極力色のぶつかり合いが起きないようにするのが大事というお話をしました。そして人物について大きな変更はありませんでしたが、重要なポイントとしてはメインのアイスを目立たせるためには先っぽを塞ぐような線はその先にない方がいいよということ。
またそれを邪魔するような黒い線が周りにないのが重要だよ。あった場合には色トレをしてメインのモチーフをより際立たせてあげる工夫が必要だよというお話をしました。これもね、一種の引き算の考え方ですよね。今回のポイントは一言で言うと、引き算の大切さについて語ってきました。魅力的な絵を描くには足し算だけではなく差し引くこと、引き算が重要な考え方になります。この考え方取り入れていただけると嬉しいです。また今回の添削を見て、背景は描きたいんだけど、でも背景って難しそうだよね。あんまりちゃんと背景は描かずに、でも背景は感じるようなイラストが描きたいんだよな。なんとかならないかなというお悩みもあったりすると思います。そんな時にはこちらの動画、簡単背景ビネットイラストの描き方がおすすめです。こちらは背景全部に背景を描かずとも、キャラクターの足元だけに背景を描くだけで箱庭的で魅力的なイラストが描けるイラストの描き方を紹介した動画です。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。